ちょっと他の部分でもいろいろこうアレンジしてみようかなと思います。ここ、どっち取ってもいいですけど、ここもなんか使いたいので、とりあえず近いとやりづらいからこれやるともうここもちょっと使いにくいですね。なんでもうこれだけにします。ここはライラックみたいな感じにしようと思います。これなんか多分黄色だからミモザだと思うんですけど、なんか形がちょっとライラックっぽいので紫でやっていきます。はい、ではライラック綺麗な方の紫をこっちで、ちょっと青紫っぽいのを右のちっちゃいお花で、葉っぱと茎はさっきと同じ緑の3色でやっていきます。でちょっとねこれがバラバラしてるんで、こうやってちょっと丸く囲んであげると、この範囲の中でやると割とこう綺麗にこうまるっとまとまると思うんで、なんか若干そのなんていうのかな、丸の位置が結構分かりづらいというかバラバラしているので、これでまとめて、なんかこの今描いた線の外側には出ないようにセットするといいと思います。で、どうしようかな、刺し方。フレンチノットでいいかなフレンチノットでやると、レゼデージでやりますフレンチノットでやるとこういうのやったことあるんですけど、ベリーの時にフレンチノットでこういう塊にするとすごいベリー感が出たんですよね。ただそのベリーになっちゃうかなと思うんですよね。だから3本取りで玉留めで今描いた線の中に収まるようにレゼーデージをいっぱいやっていきます。で、ライラックのお花って一応お花が4枚あるんですね。ちっちゃい4枚の小花がいっぱいこう連なって一つのこう塊になってるんで、なのでこんな感じ。とりあえず4枚作ります。でこれをいっぱいやってもこう綺麗な丸にはならないから、なんかお花ってこう立体的に咲いてますよね。だからこの端っこの方とかは例えばこう花びらが2枚しか見えてないみたいなのがあってもいいと思うんです。だからこの線に合わせて、2枚だけとか、ここが空いてるからここに1枚入れて、でここが中心になるんでここを中心に4枚作るみたいな感じで、ちょっと端から順番に隙間を埋めながらレゼデージをいっぱい作っていきます。
こんなもんですね。ちょっと説明します。まずさっきこうやって丸く絵を描いたんですけど、その通り丸くしました。で、丸い感じでやるとなんだろうな、レゼンデージステッチがこう縦にたくさん入りがちなんですね。多分真似してされる方わかると思うんですけど、それだけだとなんか変なんです。自然な感じにならないので、その縦にレゼデージがいっぱい入った状態からぴょこぴょこ飛び出させます。なんかこの縦に一つ見えにくいですね。すいません。ここ一粒入れて、で同じところからこう放射状にお花なんで刺していくんで、ちっちゃいレゼデージをちょっと斜め45度ぐらいに入れるものとか、なんか若干下向きとかでこうなんか綺麗に収まらないようにぴょこぴょこちょっとこう飛び出させました。で下も若干なんかこうランダムに下向きに入ったりとかっていうのを入れつつ、でライラックって上の方がつぼみなんですよね。なんかこうでお花だから外に向かって咲いていくので、ここ123枚、ここの頂点に123枚増やしました。であといきなり3枚なんかこうね、なんだろうお化けの九太郎みたいにこう密になっちゃうと変なんで、これがいきなりぴょこっと出てると変だから、ここに若干なんかこうちっちゃいレゼデージをなんかいろんな向きでちょんちょんちょんと入れると突然感がなくてこう続きでになってるような感じになって、最終的にこう引きで見るとこうなんかライラックっぽいなみたいな感じになったかなと思います。だから割とこう感覚的な感じで真似するのがちょっと難しく感じると思うんですけど、でもなんか今の説明でちょっと伝わっているといいなと思います。じゃあ同じ要領でこっち側もやっていきます。はい、ではこんな感じで出来上がりました。これでなんか緑をこれにしようかと思って、これだとちょっと可愛すぎるんで最終的にブローチにしたいからちょっと大人っぽく枝物、ライラックって枝なんですよね。だからちょっと枝っぽい色に変えました。でアウトラインステッチ4本取りです。茎ができたのでこれの指示通りフライステッチをやっていこうと思います。4本取りです。で緑でまずストレートを入れて、こうですね、左右左から出して、右利きなんで私左から出して右に入れて、でストレートステッチの一番下のところから針を出して、こういう状況を作ります。一目ずつやってもいいですけど、それで糸をかけておくとこういう V になりますね。で下に刺すとY ですねややこしい。こんな感じでなもんですかね。はい。で裏に絡めてはい、これで出来上がりです。じゃあブローチに仕立てていきます。
がいいかなって思ったんですけど、入るかな。入りますね。金が可愛いですかね。金のブローチも可愛いですけど、金にします。これの外側 1.5 センチぐらいのところをぐるっとで周りをぐし縫い。これで中にこの楕円の枠を入れて、映るかなこれなんかちょっとこう透けてますね。なんかこの辺の余ってるどうせ捨てるので、ざっくりでいいです。この目が映るとちょっとあれなんで、裏に向けてだいぶキラキラが少なくなりましたね、1枚挟むと。でこれでこれだとまだちょっと緩いのでひっつめます。ちょっと斜めちょっと戻す。斜めでも可愛いですけどね。ちょっと戻して、はい、これでこれで、ボンドをつけていきます。これでこのままそっと置いとくと固まるんですけど、ちょっとすぐつかないのでしばらく置いておきます。で図案はお水をつけて消します。2つできました。なんかいろいろ作れますね。じゃあもう1個作りますなんかせっかくなんで、この練習のところの木が可愛かったんで、ここをちょっと使って刺繍しようと思います。ここアイロンしようかな。ちょっとクリスマスっぽいものを作ろうと思って、額になんか飾れるものをちょっとこれでこの上のなんかこうこれも可愛かったんでこれも入れつつ、上のはいらないですねだからどうしたらいいんだ入っちゃうな。
うしても入りますね。刺繍枠にしようか。刺繍枠だと上の Y が入らないですね。じゃあ残念だけど額に入れたかったんですけど、ちょっと今回は諦めて刺繍枠に入れて飾ろうかなと思います。これが 7.5 センチぐらいなんで、ちょっと8センチの枠にで刺繍して、最終的にこっちに入れればアイロンしなくても大丈夫なので、ちょっとねここ多めに刺しときたいなと思うので、これをわかんない、書き足せばいいんですよね。なんかうまく書けないなこんな感じで、はい。じゃあまず6本取りでザクザクいこうと思います。フライステッチですね。フライステッチ。これも6本取りでいってます。なんか左に3本取りって書いてあるんですけど、なんか6本の方が存在感があって可愛いかなと思ってちょっと変えます。フライステッチをやって最後はもう同じ穴に刺して V の形で終わらせて、で幹のとこだけちょっと茶色にしようかなと思います。これも6本取り、若干ここがちょっとずらそうかな、ギリギリ。布が結構ギリギリなんですよね。1本でいいですねこれだけのために色を変えるのもめんどくさいんですけど、まあしょうがないです。玉留めで長くピロンと出てるところはちょっと切っときますね。こんな感じでちょっと3本フライステッチ3本やっていきます。はい、真ん中だけ色変えてちょっと雪が積もった感じの木にしてみました。で、これ錦糸っていうんですけど、ちょっと黄色っぽい感じのどうしようかな、2本取り3本取り、結構細いので2本取りだとあんまり存在感出ないかな。3本取りぐらい欲しいですね。じゃあ、これを3つに分けます。これを3本取りで用意して、なんか星みたいな下玉留めです。これなんかすぐバラバラするんで、あんまり長く用意しないで短めに30センチぐらいかな、30センチぐらいにセットして、どうしよう、フレンチノット言ってみようか。
回巻き。なんかシンプルでいいですね。シンプルでこう2回巻きにしていろいろ入れてみる。いろいろ入れてみます。なんかランダムにいろんな場所にフレンチノットをこんな感じでちょっとあと2つも入れてみようと思います。はい、ではキラキラができたので、今度はこの上の丸い半円みたいなのをやっていきます。コーチングステッチでやっていこうと思います。で、コーチングステッチっていうのは糸が渡ってるものを留めていくんですけど、まずストレートステッチ入れておいて、で下に糸を垂らしておくと絡まりやすいんで、次の最初の一手にも出しておきます。ちょっとコーチングステッチわからない人には何言ってるのかわかんないかもしれないんですけど、ちょっと見といてください。で、まず一番頂点になる部分を2本取りで留めます。メインは6本取りで、留めは2本取り。しょうがないか、これ裏に映りますね。しょうがないですね。これで、これだと V になってしまうから、ここを留める。真ん中を留めて、で、左右も留めます。もうこれぐらいでいいかな。なんか同じ色でやることもあるんですけど、どうしよう、なんかちょっと色変えた方が可愛いかなと思ったんですが、はい、今ぶっつけ本番でやっているので若干悩みつつやってます。これでこっから出すとでもこっちの渡り糸はもう映っちゃいますよね。しょうがないですね。3箇所留めます。じゃあこんな感じでずっと右までやっていきます。いつものように刺繍枠にはめたいので裏に布を挟みます。ちょっと裏の糸が若干映るのもしょうがないですね。できるだけ内側になるようにするか、糸をちょっとこう切っておいて、色の濃いのはね結構つけますね。でこの 7.5 センチの服にはめます。曲がってる結構まっすぐにするの難しいっていうか、私があまりそういうの得意ではないんで、いつも若干曲がります。結構この影が影が気になるので、針でよいしょ、こうやって内側にちょっとこう見えにくいところに糸できればいいですけど、無理だったらもうしょうがないですね。こんな感じで周りを切って、
でここを周りをぐし縫いします。これで出来上がりました。すごいいっぱいできました。これで出来上がりです。この布でこことこことここを使って作品を3つ作ることができました。よかったら皆さんも作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。